うも、ベインベットチャンネルです。本日は、公式では教えない上級者だけが知っている裏情報を徹底解説していく。強くなりたいのに詳しいブレーダーが周りにおらず、ベイに関する知識を収集する機会が少ないブレーダーは多いんじゃないだろうか。今回はそんな向上心あふれるブレーダーのために、ラチェット、ビット、ブレード、ランチャー、それぞれに関する裏情報について説明していく。この動画を最後まで見れば、粗悪な中古品を買うことがなくなり、新品を購入する際にも両個体が手に入る機会が多くなるはずだ。一つでもためになる情報があったら、ぜひ高評価でチャンネルを応援してくれ。では早速、ラチェットの裏情報について説明していく。説明にあたり、ラチェット各部の名称を、ブレードにはまる白いパーツをラチェットカバー、ブレードにはめ込む際に稼働し、カチッとロックするパーツをブレードロック、ビットを押さえるパーツをビットロックと呼ぶことにする。まずはビットロックの個体差について説明していく。ビットロックの個体差は、ビットをカチカチと回した時の抵抗で確かめることができる。他にも、比べたいラチェットを2つ用意して、同じ種類のビットをはめ、ビットの先端を押し合った際に、抜けなかったラチェットがビットロックが硬いと判断できる。この方法は、ビット側の個体差も関わってくるため、ビットを入れ替えて何度か確認しよう。しかし、重要なのは硬ければいい、というわけではない点だ。硬い場合、ビットが空転しづらいことで、エクストリームラインとの接触の際、余分なパワーを逃がせずに、ラインから弾かれ、綺麗なエクストリームダッシュに繋がらなかったり、逆にエクストリームラインとうまく噛み合った場合は、スピードが出すぎて自滅の可能性も高くなるため、最終的には実際にシュートをして、理想の動きをするラチェットを選ぶのが重要だ。次にブレードロックの個体差は、ラチェットをブレードにはめる際の硬さに影響する。これはビットのシャフト形状が影響するのはもちろん、ラチェット単体の個体差も影響する。同じブレードに異なるラチェットをはめた際の抵抗の違いで個体差を判別することができる。緩い個体はバーストリスクが上がってしまうため、なるべくブレードロックは硬い個体を選ぶのが重要だ。次にラチェットカバーについては、幅直径に個体差が存在する。シャークスケールの動画で450の説明の際、幅が狭いとガタつきが生まれてしまうと説明したが、450ほど顕著ではないが、同じ種類のラチェットでも幅直径に個体差があり、ラチェットカバーが大きい個体の方がガタつきが小さく、逆にブレード側はくぼみが狭い個体の方がガタつきが小さくなる。お互いがいい個体の場合、ラチェットを押し込んだだけでもしっかりとはまる組み合わせもあるくらいだ。バーストリスクが下がり、調整が崩れにくいなどのメリットがある。カスタムラインのアシストブレードにもくぼみが狭い個体があり、ピンクジャギーでラチェットの押し込みだけでもしっかりとはまる個体が報告されている。次にビットに関する裏情報は、調整に関わる軸ずれの個体差もあるが、今回はビットロックの硬さに影響するものと製造ロットに関するものについて紹介していく。まずビットロックに関する違いは、凹凸部の形状が太い個体、細い個体などがある。太い個体はロックが硬くバーストリスクが減り、細い個体はロックが緩くバーストしやすくなってしまう。確認方法は、比べたい複数のビットとラチェットを一つ用意して、カチカチと回した時の抵抗で個体差を確認することができる。次にビットの製造ロットに関する個体差は、ハイニードルやレベルビット、ローフラットなどで報告されている。初期のハイニードルは、シャフト部のロック位置がずれている個体が多く、ガタつきが出やすいものが多いようだ。おそらく、ホエールウェーブセレクトで再録された時期から修正されているようで、ハイニードルを採用する場合は、ガタつきも確認してみるといいだろう。レベルビットに関しては、先端の突起が出ていない、もしくは段差が小さい個体が存在する。突起があると送り合いも可能になるため、採用する場合は出ている個体を選ぶのがいいだろう。製造初期のサムライセーバーには突起が出ているものが多く、途中から小さいものが出回り始めたようだ。シャークスケールデッキセット収録の黒いレベルビットでは、突起が出ていないという話は聞かないため、レベルビットが欲しい場合は、状態のわからない中古品を買うのは避け、シャークスケールデッキセットを買う方がいいかもしれない。ローフラットはランダムブースターボリューム6収録分から軸先の角が鋭利ではなくなっている。このように面取りされることで角に傷がつきにくくなるのだろう。ビット先端に傷がついていると回転ロスにつながるため、アタック系ビットを使うブレーダーは定期的に確認しよう。ブレードに関する裏情報は、調整に関わる重心バランスの個体差もあるが、今回は製造ロットと金型番号について解説していく。まず製造ロットにはメタルとプラスチックそれぞれ別の特徴がある。プラスチックの形状の違いは、シリーズ初期に製造されたものは、ラチェットを固定する部分の形状が広く、2024年の前半頃から角が落とされた形状に修正された。初期の形状は負担がかかりやすく、この部分が破損することが多かったため修正されたようだ。しかし、初期の形状の方が、簡易構造のラチェットをしっかりと固定することができる。基本的には破損しづらい新形状の方がいいが、簡易ラチェットが好きなブレーダーは選択肢に入れてもいいかもしれない。次にメタル形状の製造ロットによる違いは、人気のブレードで言えばフェニックスウィングならメタルコートネイビーの製造分からメタルの形状が修正され重量アップしている。ネイビー版ほどの重量ではないが、メタルコートレッドブラック版も2025年の上旬から中製版が流通し始めたので、基本的に現在新品で買えるものは中製版だろう。トランソードやホエールウェーブなど他のブレードでも重量アップが確認されている。軽い個体の方が扱いやすいなどの理由がなければ、基本的には重たい個体の方がいいだろう。製造ロットがわからない中古品などを買うのは注意が必要だ。
次は金型番号について説明していく。まず金型番号とは各種パーツの裏側に刻印された英数字のことだ。シルバーウルフに関してはブレード裏の金型番号が A8 のものはラチェットがはまる部分の突起が高く成形されており、通常のブレードよりもラチェットがしっかりと固定される個体が多い。バーストリスクや調整にも関わってくるため、シルバーウルフを使うブレーダーなら押さえておきたいポイントだ。最後にランチャーに関する裏情報は製造ロットと劣化について説明していく。まず、左回転ランチャーの製造ロットに関する情報は、初期に製造されたものは壊れやすい設計になっており、2024年の後期から修正版が流通し始めたようだ。後で紹介する劣化のこともあるため、中古品を買うのはやめておこう。さらに、2025年の4月頃から流通し始めたストリングランチャーは、中央の留め具が綺麗な円形状に修正され、ブレが少なくスムーズに回ると話題だ。次に、ワインダーランチャーにも個体差があり、ギアが抵抗なくスムーズに回るか、感性で回り続ける長さなどでいい個体を判別することができる。ランチャー本体、ワインダーともにいい個体の場合、ワインダーが自重で落ちるほどの組み合わせもあるようだ。ここまでいい個体は珍しいかもしれないが、ワインダー使いのブレーダーはぜひ確認しておこう。最後はランチャーの劣化について紹介していく。まず、ストリングランチャーは使い込むほど紐を引き出せる長さが短くなっていく。ストリングランチャーを新品に変えたら、シュートパワーが1000以上上がったという話はよく聞くため、定期的に確認するのがおすすめだ。次はワインダーの劣化について。ワインダーの山が潰れていると、シュートの際、ギャリッという音とともに空転し、十分なパワーが出なくなってしまう。ワインダーランチャーを使うブレーダーは、定期的にワインダーの山が潰れていないかを確認しよう。新品もすぐに潰れてしまう場合は、ワインダーを引き抜く際、まっすぐに引き抜けていない可能性があるため、自分のシュートフォームを再確認するといいだろう。ということで、各パーツの裏情報はいかがだっただろうか。細かすぎる情報など、紹介しきれていないものはまだまだあるため、定期的にこのような動画をアップしていく予定だ。みんなもぜひコメント欄で情報共有してくれ。次回はまた100選動画をアップする予定だ。チャンネル登録して楽しみに待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。アディオス。